はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。カムシャフトも一応終わったので、終わったという体で、まだ手直しはいるかもしれませんが、今のところ終わったという形で、次ですが、いよいよバルブのすり合わせ、すり合わせというよりも高さ合わせですね。すり合わせとしてもやっていくんですけど、バルブの高さをきっちり合わせてバルブを組めるように、少なくともある程度組んで全体の組み立てができるように進めていこうと思います。そうすれば実際カムを動かしながら動かしてバルブをぴょこぴょこ動くのが見れますね。早く見たいですね、そういうのを。バルブシートカットですが、前回の4キットに作ったやつが使えるので、このまんま使っていきます。本当はね、作ろうと思ったんですけど、作らなくても良さそうなら作りません。よし、じゃあとりあえずカムシャフトは一旦置いといて、バルブを用意します。とりあえずバルブを用意して、インレットとエキゾースト、1本ずつありゃいいでしょう。基本的に同じものだから。はい、準備できたのでインレットからいきます。はい、まず平らに深さを揃えていきます。切れ味が悪いので少し研いできました。切れが悪くなったので再度研ぎ直しです。何度研いでもすぐに切れなくなってしまいます。計測してもなかなか進んでいかないのがわかります。12.17、もうちょい。はい、2番シリンダーの2本目までやってるんで、1本目終わって2本目に進んだんですけど、どうにもこうにもバルブシートカッターがもう生倉になっちゃって、いくら研いでもダメですね。難しいです。新しいバルブシートカッター作ろうと思います。せっかくならちょっといいバルブシートカッター作ろうかと思います。時間かかりますけど、この後の作業、エンジンもこの1機で終わりというわけではないでしょうし、他にも今後もエンジン作ると思うので、そちらで使えるはずなので、新しいバルブシートカッターはあって困るということはないと思います。なので、今からバルブシートカッター作るので、ちょっとシリンダーヘッドの製作からずれてきますと思います。とりあえず設計してきましたと。今回は可変タイプにするので、今後別のエンジン作る時にも利用できると思います。とにかくバルブシートカッターの製作進めていきます。で、とりあえず6センチちょっとぐらいありゃいいんで、これで OK。よいしょ。これでだいたいぴったりでしょう。9.005、いいでしょう。
はい、これで1個目のパーツの旋盤工程は終わりのはずですね。ここから先はフライスですね。まずはこんな形の部品です。ここからは、カッター本体、カッターの刃がつく部分作りますが、まず第一段階は比較的簡単な形状ですね。10ミリも出てる、110ミリ出てると十分だ。切り離して1個目のカッター部分の旋盤工程終わりです。引き続き2個目以降もどんどん進めていきます。これで角度違い4個完成しました。それとベースの部分ですね。ここから先はフライスの作業となります。ではフライス作業をやってきます。大体の形、整ってきました。あとここにネジ穴とここの2箇所ネジ穴開けていくのは、ここが M5 ここが M4 っていう感じです。よし、これで、ホルダー部分できました。これに各パーツがはまり込んでいくっていう感じですね。引き続きカッターの刃の部分を作っていきます。そしたらこいつのセンターをまず出すと。よし、これで OK。よし。
はい、こんな感じでとんがりができました。これで一応 OK ですね。つかみ白が少ないのが気にはなりますが、まあどうしようもないのでこのままいきます。で、はい、クックにと、OK。これでね。よし、これでいい。1個目のカッター部分終わったので、2個目以降もほぼ同じ作業を繰り返していきます。これでカット用のコマ4つとホルダーですね、出来上がりました。これあとはこのホルダー、このカット用のコマに、チップをロー付けしていきます。使う調光のチップは、旋盤で取れちゃったチップがいっぱいあるので、これをロー付けしてつけていこうと思います。まあこんなもんでも結構使えますので、自分は取っといてありますけど、今回は用途的にはこの薄いのがつっきりで使ってたのがいいんじゃないかと思います。いくか。チップが収まる部分をヤスリで落としていきます。まずは毛書きですね。はい、これで調光のチップつける溝全部にできました。よいしょ。よし、じゃあチップつける準備していきます。はい、チップロー付けする前に一つやらなきゃいけないこと、それはチップのこのコーティングですね。はいじゃなきゃダメですね。もしかしたらコーティング取らなくてもいけるかもしれないですけど、ロー付けできるかもしれないけど、まあロー付け始まってゴタゴタするのは嫌ですからね、今のうちにやっちゃいます。アルミウルファで固定して、瞬間で固定して、はい。はい、これで、3面削ったんで、ロー付けするには不都合がなくなりましたね。ではまずロー付けしてきますね。後でチップは削るとして、
1個終わったので残りもどんどんやってきます。まあ容量は同じなので、とにかくくっつけるだけですね。よし、こんなもんだね。裏も綺麗に流れてる。よし。はい、ロー付け終わりと。はい、4個ロー付け終わったので、あとは余分なところを削って綺麗にしていきます。いらないところを削ってきれいにしていきますね。最後にリューターで刃を整えて、これで刃付け終わりとなります。まあ、なんとかなるでしょう。はい、出来上がったバルブシートカッターですが、こういう感じ。これがメインになる部分ですね。それと、ブレードの部分。ブレードは4種類。垂直に削るやつ。あとは、30度、60度、45度との、その3種類作ってます。で、これを、こうやってセットして、ここの2個のネジ、このネジでロックします。そして、今回はほぼ一番小さい状態で使うんですけど、大きくしたい場合、大きく削りたい場合、直径を大きくしたい場合は、ここの調整ネジを回すことによって、直径の大きいバルブにも対応できます。大きいバルブやるときは、このシャフトの直径が大きいやつを使わなきゃですね。まあそういう問題はありつつも、なんといっても調光の刃、ロー付けしてるんで、結構切れ味は良くなってます。これ、何度か試し切りしながら、今、結構いい感じになってきてます。では、これを使って、バルブシートカット、どんどん進めていきます。とにかく削って計測して削って計測してと目標寸法の近くまで近づけていきます。これでインレット、とりあえずはまず大体ですけど高さ揃えました。この後微調整やりたいんで、まあ各バルブ入れて後ろからのこの出っ張りの距離ですね、シャフトの距離、シャフトの出の距離を揃えます。はい、エキゾースト進めます。エキゾーストもまあ同じ手順ですね。やり方としては同じです。まずは高さを揃えるところからいきます。
はい、一応まず平らな部分をきっちり作って、ある程度高さもこの時点で揃えました。ではインレット側からインレットの一番になるのかな、ここがから順番にシートカットやりますか。まずは一番角度の浅いので直径だけ合わせちゃいますね。よいしょ。角度違いのカッターに変えてどんどんバルブシートを作っていきます。はい、これでインレットが8割方合わせました。まだ完全には合わせてないんですよね。最終的には合わせるんですが、まあとりあえずは8割といったとこですね。よし、インレット側はまあこれでいいでしょう。はい、次はエキゾーストどんどんやってきます。では青ニスちょっと塗ってバルブシートどのぐらい削れてるかちょっと様子見ますね。インレットもエキゾーストもまあ似たような感じでできました。今回の作業はここまでになりますかね。本当は船体ギアの部分作りたかったんですけど、ちょっと工具やなんか作ってて時間取っちゃったんで、まあそれは次回以降にしていこうと思います。バルブの距離自体はもうほぼ予定通り、あとコンマ何ミリ動かすとか動かさないとかっていう話なんで、普通にバルブは入れちゃって大丈夫ですね。よし、入った。インレットエキゾーストバルブ入りましたね。狭い中に何もかもぶち込んだからなかなかにタイトだね。で、カムはインレットだけにさせてもらいます。
硬いですけど調整したんで、これできっちり動くはずですね。ギア硬いですけど、結局そんなに悪くないけど、ロッカーアームがまだちょっとぶつかってるんで良くないですね。あんまり見ると壊れちゃうんで、この辺でいいにしときます。ロッカーアーム削って当たらなくすれば結構良くなると思いますけど、問題なく動いてるんでいいとします。今回はここで終わりとします。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。